どうも、ベトナム在住の内津です。今日はね、この株、実はエンジンオイル漏れしてるんですよ。そっちのね、確認をしていきたいと思います。正直ね、このエンジンもあっちこっちが真っ黒すぎて、どっから漏れてんのかね、しばらくエンジンかけてみたりしたんですが、よくわからないんですね。まあでもこの辺り綺麗なんでね、シリンダーと、ね、ヘッドとかこっちの、エンジン本体の間じゃねなければいいんですけど、ちょっと今回エンジンは開けたくないんでね、できればこういうとこのオイル漏れでちょっとガスケット交換とかで治ればいいんですけど、ただちょっとこのセルモーターがねすごいことになってるんで、反対側も怪しいのかな。これね、実際滴ってる場所はここですね。ドレンボルトのところから漏れてるんで、ドレンボルトの締め忘れとかじゃないとは思うんだけどね。念のため増し締めというか確認すっかな。大丈夫ですね、閉まってますね。なんでここら辺をねきれいにしてから一度エンジンかけて漏れてる場所の確認ですね。やっていきます。これね、エンジン洗って翌日まで放置してみました。汚れはというかオイルは漏れてきてないのかな。ちょっと下側からきちっと見ましょうね。さあ、下から見るとどうだい？あれ、ここから漏れてるわ。ドレンボルトか。まだねエンジンもかけずに1日置いただけなんですけど、これドレンボルトですね。というかこれ多分ボルトがね斜めになってる。こっちが狭くってこっち広いんじゃないのかな。これはネジ山が傷んでるのか、もしくはオーバーサイズに変えられてるのか。僕がそれはしなかった気がするんだな、6年前。ただこれオイル新しいよね。どうしようかな。ちょっといつオイル交換したかは持ち主に聞くとして、一旦他の作業しようかな。エンジンはとりあえず置いといてね、このエアクリーナー見ていきたいと思います。ネジが1本なくなってる。まあこんな感じでね、新品がこれかな。同じメーカーだったはず。コピー品なんでね、まあこれに変えて、あとはこのネジを1本
似たのあったな。まあいいや、とりあえずねこいつ洗浄していきます。今エアクリーナーボックス乾かしてるんでね、ちょっとこのハンドルグリップの方やっていきたいと思います。これね、先日紹介したように左右セットというか袋が別に入ってたんでよくわかんないんですが、こっちと両方買ってね、両方ともこの太いサイズだったんで、細いのないのかって言ってね、ちょっとお店で買ってきました。なんかね、袋が変色してて長期在庫っぽいんですが、逆にそういうやつの方が合ってるかもしれない。パッと見た目ね細かったんで、もう、確認せずに買ってきちゃいました。これでね、変色してるぞ。変色、そうだよね、これ合ってるよね。あ、違う22.4 ミリ用ね、やっぱりね。まあでも前回買った長いのか、形一緒なんだけどな。まあ前回のよりは細いんでね、これをどうにかしていきたいと思います。でこっちはどうすんのよ。これはつくんじゃないの。これね、前回そもそも緩くはまりすぎたんだよね。だからこれに変えれば長さが違うけど、いやでもこっち入れといた方がいいんだろうな。うん、これでいこう。あら、なんで硬くない。ここが当たるのか。いろいろめんどくさいな。奥に入れすぎた。これでね、OK。こっち側ね、22.4 ミリだろうということは想定して買ってきたものがあるんですね。こいつです。塩ビパイプ21ミリ系。実はね、私が預かってるコピーバイクってこっち側にね塩ビパイプ突っ込んであるんですよ。でなぜちょっと細いんでね、どう入れてるのかわかんない部分はあるんですけど、継ぎ目が太いじゃないですか。で多分ね、ここの場所で広がってる根元というか、ここで切って、これをね多分お湯につけて、で熱いうちにねぐっと押し込めばね入る気がするんですよね。でそうすればかなりね肉厚が稼げるのと、広がる分ね、今21ミリだから22ぐらいにちょうどの 22.4 になってくれんかなという話です。ちょっととりあえずね切断してみます。切りました。これでね頭だけ入るんで、こいつをねお湯の中に入れて、柔らかくなったところで叩いて入れてみます。できるかな。しばらく放置。これで柔らかくなって入ってくれるといいんだけどな。お湯じゃ無理かい。いい感じじゃない？ OK。 逆に抜けんね。熱いか。あとはねちょうどいい長さに切りましょう。
で、おお、バッチリじゃん。うん。これで、うわ、抜けなくなった。大丈夫か。これでね、ここは抜けないと思うんだけども、念のためなんかドリルで穴開けてね、ネジ埋め込んでおきたいな。それはちょっとまた後日しよう。なんでこっちはこのまんま。こっち側もね、ゴムがちょっと長かったんで、要は奥まで入っちゃうとここに当たってね、アクセルの動きが悪くなって危ないんで、さっきのパイプの、根元の太い部分ですね、これをね入れて奥に行かないようにしたいと思います。行くんじゃない？これでね、これでこうやったらちょっと長すぎたか、まあいいやね、奥まで当たらないから OK です。しかも端もねちょっと動くけど、まあいいでしょう。エアクリーナーボックスも乾いたんでね、エアクリーナーつけていきます。それで、うわ、分離してんじゃん何年前に買ったんだっけね、それで上ですよ。なんせコピー品はね高さが低いんで、かさ増ししないとね中で動いちゃうんで、これ30にしてたけど20でいけるな。10でじゃあね、取り付けこっち向きでいいんだよね。取り付け完了。それでこいつだ。このケーブルねちょっと取り回し考えてたんですけども、もうねここにタイラップでちょっと保護チューブ下げるか、もうこれでいっちゃおうかなと。今日の作業はこれまでです。それではまた。今ねそれではまたって終わらしたんですが、ここ通すとね、ここがハンドル切るときにやばいことが分かりました。ちゃんと確認しないとね。だからこうでいいんじゃないか。これならいけるやろ。ちょっと引っ張られるのか。こいつと止めるんやな。そうしよう。こことともじめ。こうですね。ちょっと緩め。これならいけるでしょう。OK やね。じゃあ今度こそ本当にね。それではまた。